何？あんたその年でニートなの？医者辞めたってマジ？うわ、信じらんない。まさか姉さんの紐になるつもり？結婚前に仕事辞めるなんて何考えてんの？バカなの？初めて会った瞬間、突然そんなことを言われて俺はあっけに取られてしまった。相手は結婚を控えた恋人の弟だが、もともと少し変わっているという話は聞いていた。ちょっと、いまいましそうに言う弟さんに姉である恋人が言い返そうとしても、彼ははっと鼻で笑うだけだった。だいたい姉さんもこんなおっさんと結婚するなんて正気じゃないよ。どうせこいつは腕が悪くてクビにでもなったんだろう。じゃなきゃ結婚前に仕事辞めるバカなんているわけないしね。こんな解消なし、今すぐ婚約破棄するべきだよ。唖然とする俺に彼は吐き捨てるように、俺は結婚なんて認めないからなと怒鳴る。変わっているとは思っていたが、まさかここまでとは思わなかった。しかしこの弟が俺に謝罪をする日が来るなんて思ってもみなかった。行ってきます。行ってらっしゃい。気をつけてな。俺は佐藤健二、もうすぐ結婚する恋人の梢と一緒に暮らしており、元気よく出勤していく梢を笑顔で送り出すのが最近の日課になっている。一通り家事を済ませた後、俺も支度をして出勤した。俺が勤めるのは大学病院の小児科だ。小さい子供相手はなかなか大変なこともあるが、その分やりがいはあるし、何より子供たちから俺の方がたくさん元気をもらっている。彼らの笑顔を見るのが好きな俺にとって、この仕事は天職と言ってもいいほどだった。白く清潔感があり、ほんの少し消毒の匂いがする小さな診察室が俺の仕事場だ。通常の診察室とは違い、小児科は小さい子が怖がらないように壁に折り紙の花が貼ってあったり、ぬいぐるみが机の隅に鎮座していたりする。今日の診察は先月手術をした小学4年生の男の子だ。手術前から長いこと入院生活が続いていたが、彼の頑張りと親御さんのサポートもあって日々回復へと向かっていた。圭吾くん、これは痛い？痛くない。じゃあこれはどうかな？大丈夫。触診しながら尋ねると、圭吾くんは元気よく答えてくれた。聴診器を当ててみても心臓から雑音は聞こえないし、経過は良好だ。得意げな笑顔を浮かべる圭吾くんの後ろで不安そうにしているお母さんへ安心させるように笑ってみせた。もう退院しても大丈夫ですよ。念のため経過観察で1ヶ月に1度は病院に来てください。そう伝えると、圭吾くんのお母さんは今にも泣きそうになりながら、ありがとうございますと深々と頭を下げた。先生、俺もう家に帰れる？あ、帰れるよ。よく頑張ったねと言いながら、俺は右手で拳を作ってトントンと自分の胸を叩いた後、圭吾くんの方へ腕を伸ばしてみせる。これは圭吾くんが好きな戦隊もののヒーローがやる決めポーズだった。さすが圭吾くん。そう言うと圭吾くんもはにかみながら同じポーズをしてくれ、その小さな手を俺の手にコツンと合わせてくれた。嬉しそうな圭吾くんの肩を抱きながらお母さんが、本当にありがとうございますと涙に声を震わせる。難しい手術を成功させてくださっただけでなく、いつも圭吾のことを気遣って励ましてくださって、この子が無事に退院できるのは先生のおかげです。いえいえ、確かに私は手術を担当しましたが、圭吾くん自身が頑張ってくれたおかげですよ。それにお母さんのサポートがあったからこそです。なんとお礼を言ったらいいか。お気になさらずと答えても、圭吾くんのお母さんはいいえと首を振った。俺は医者だから患者さんを治すのが仕事だ。だから当然のことをしたまでで、ここまで感謝してもらえるのは嬉しい反面、少し恥ずかしくもあった。
本当に気にしなくていいのになと思っていると、そういえばと圭吾くんのお母さんは何かを思い出したように口を開いた。今月で先生が退職されると聞いたんですが。あ、そうなんです。お伝えするのが遅くなってしまってすみません。今月で退職することになりまして、今後の経過観察は他の医師が担当することになります。今までは会話の意味をよく理解できなかったのか、おとなしかった圭吾くんがえっと大きな声を上げた。他の先生、なんで？驚きに見開かれたクリクリの大きな目に見上げられると、悪いことをしたわけではないのになんだか申し訳ない気持ちになる。だけど退職はもう決まったことだし、隠すようなことでもないから正直に伝えた。俺はね、この病院を辞めるんだ。だから圭吾くんが次に病院に来る時には俺はいないけど、でも大丈夫だよ。他の先生たちもみんなすごいお医者さんだから。先生いなくなっちゃうの？そんなの嫌だよ。ぐしゃりと顔を歪めて涙をこらえる圭吾くんの頭をそっと撫でると、彼はうつむいてぐっと唇を噛みしめた。ありがとう。でもヒーローだって人生には出会いも別れもあるって言ってただろ。圭吾くんならどんなことがあっても大丈夫だよ。俺の気持ちを託すから笑顔で受け取ってほしいな。生きていれば誰しも困難なことや理不尽なことに山ほど出会うだろう。今回の闘病のように辛いことがあっても決してめげずに立ち向かってほしいという願いを込めて、トントンと自分の胸を叩いた拳をそのまま圭吾くんの胸に当てると、圭吾くんはシャツの袖でゴシゴシと涙を拭って俺の手を包み込んでくれた。俺、泣かないよ。そう言って笑ってくれた圭吾くんに俺も笑顔で、頼もしいなと返した。時間が過ぎるのはあっという間で、俺は長年勤めた大学病院を退職した。医者という職業は激務ではあったけれど、思い返せば子供たちの笑顔がたくさん浮かんでくる。どれだけ辛くてもここまでやってこられたのは、子供たちの笑顔と妻の梢の支えがあったからだ。梢とは共通の友人から紹介されて知り合った。最初は仲間内の飲み会で顔を合わせているうちに知り合いになり、何度か話を重ねていくうちに趣味が同じだということもあって意気投合して距離が一気に近づいた。梢の明るい笑顔が素敵だと心惹かれていたものの、俺たちは8つも年が離れていたので、次の一歩を踏み出すのをためらっていた。しかしそんな俺を見透かしたかのように梢から交際を申し込んでくれて、3年の交際を経た後、俺は以前の情けなさを挽回しようと友人にも協力してもらってプロポーズをした。サプライズで渡した結婚指輪を梢が泣きながらも笑顔で受け取ってくれた時には本当に嬉しくて、思わず俺も泣いてしまって、友人に笑われたのは恥ずかしいけれどいい思い出だ。俺たちが結婚することをお互いの両親も快く認めてくれて、両親の顔合わせも穏やかに終わった時にはほっとした。招待客について話し合ったり、式場の手配や衣装合わせなどやることは山積みだったけれど、すべてスムーズに終わり、来月には結婚式を挙げることになっている。特に大きな問題も起きず準備は順調だったが、俺には一つだけ気がかりなことがあった。それは梢の弟の淳くんのことだった。淳くんとは未だに一度も顔を合わせたことがないのだが、梢から聞いた話ではどうやら彼は医学生らしい。きっと忙しくて会うタイミングがなかったんだろうと思っていたのだが、梢はあの子ちょっと変わってるからとなぜか少し困ったように笑ったので、ずっと心の隅に引っかかっていた。できれば結婚前に一度挨拶したいなと考えていたのだけれど、意外な形でその機会がやってきた。その日は梢の仕事が休みで、俺たちは新しい生活のために家電や家具を見ようと
二人揃って買い物に出かけていた。目当ての家具屋に向かって大通りを歩いていると、前から歩いてきた若い男性が俺たちの顔を見て何かに気づいたように歩み寄ってくる。俺が不思議に思っていると、目の前に来た男性の顔を見て梢が驚いたように声を上げた。純。え、弟さん？梢の声に俺が驚いていると、そんな俺たちの様子を気にする素振りも見せず、純くんは俺に対して嫌なものでも見るように目を細めた。昼間っから優雅にお出かけですか？お医者様はいいご身分ですね。初対面にもかかわらず、妙にトゲのある言葉に面食らってしまい、俺はとっさに返す言葉が出てこなかった。ちょっと純！とがめるような梢の声も、純くんは少しも気にした様子はない。そればかりか、うるさいとでも言いたげに、少し不機嫌そうに眉をしかめた。純くんの態度にさらに言い返そうとした梢を、まあまあと落ち着かせて、俺は改めて純くんに向き直った。はじめまして、お姉さんとお付き合いさせてもらってる佐藤健二です。純くんだよね。梢から話は聞いてるよ。よろしくと手を差し出したけれど、純くんはちらりと見ただけで握り返してはくれなかった。あなたお医者様なんですよね。もう少し衛生管理意識を持たれたらどうですか。確かに医者は患者さんに触れる機会が多いから、手を清潔に保つことは大切だろう。だけど純くんが言いたいことはそうじゃないというのが分かって、俺は苦笑するしかなかった。それにどうやら純くんは俺が退職したことを知らないようだ。ああ、いや、俺は今医者じゃないんだ。ははっと笑うと純くんは、は？と苛立った声を上げる。何？あんたその年でニートなの？うわ、信じらんない。まさか姉さんの紐になるつもり？結婚前に仕事辞めるなんて何考えてんの？バカなの？純！いまいましそうに言う純くんに梢が言い返そうとしても、純くんははっと鼻で笑うだけだった。だいたい姉さんもこんなおっさんと結婚するなんて正気じゃないよ。どうせこいつは腕が悪くてクビにでもなったんだろう。じゃなきゃ結婚前に仕事辞めるバカなんているわけないしね。こんな解消なし、今すぐ婚約破棄するべきだよ。あんた言い過ぎよ。それにケンジは。とにかく俺はこの結婚認めないからな。梢の言葉を遮って純くんは吐き捨てるように言うと、荒々しくきびすを返してしまった。遠ざかる背中を唖然と見送っていると、梢が重苦しいため息をつく。ケンジ、ごめんね。大丈夫だよ。それに俺も言葉足らずだったし。俺の言葉に梢は力なく首を横に振った。うちの親は共働きで、年の離れた純の面倒をずっと私が見ていたせいか、私に対して少し過剰なところがあってね。今まで付き合ってた人にもあんな感じだったのよ。そうなんだ。純くんは姉である梢を大切に思ってるからこそあんなことを言ってしまうんだなと、彼の冷たい態度に納得した。それが少しいびつな形だったから驚いてしまっただけで、根はお姉さん思いの優しい弟なんだろう。でもね、普段はいい子なんだよ。実家に住んでた頃は家事も率先してやってくれたし、医者としても優秀で、テストでも上位にいるんだよ。さっきまでは怒った様子だった梢も、純くんの話をニコニコと笑顔を浮かべながら楽しそうにしている。つられて俺も口元が自然と緩んでしまった。そういえばケンジが勤めてた大学病院に今度実習に行くんだって。この前メール来てたという梢の手を取って俺たちはまた家具屋へ向かって歩き始める。道すがら梢が話してくれるのはほとんどが純くんのことで、いつか俺も純くんと仲良く話せる日が来るといいなと思った。それからしばらくして俺はお世話になった教授に呼ばれて再び大学病院へとやってきていた。天気もいいからと午後の日差しが当たる中庭を教授と話しながら歩いていると、たった数週間来なかっただけなのに
妙に懐かしく感じてしまう。準備は順調かね？ええ、おかげさまで。いや、少し来なかっただけなのに、随分と久しぶりに来たような感覚になっちゃいましたよ。佐藤くんも年かね？と笑う教授に、そうかもしれません。と冗談めかして返していると、中庭を緩やかな風が吹き抜けていって、とても心地よかった。見慣れたはずの風景をあちこち見回していると、背後から「先生」と明るい声が聞こえてきて、思わず立ち止まる。振り返ると、元気いっぱいの笑顔を浮かべた圭吾くんがいた。圭吾くん、久しぶりだね。久しぶり。圭吾くんは拳で自分の胸をトントンと叩くと、俺に向かって突き出してきたので、俺も自分の拳をその小さな手にコツンと合わせる。にっと歯を見せて笑う圭吾くんの顔が以前よりたくましく感じて、俺も嬉しくなった。俺ね、元気になったよ。先生が元気をくれたから先生のおかげだよ。俺はいつも圭吾くんに元気をもらってたからね。お返しができてよかったよ。今日は定期検診かなと尋ねようとしたとき、近くを通りかかった実習生グループの中から不意に近づいてくる人影があった。あれ？もしかしてそこにいらっしゃるのは佐藤先生では？名前を呼ばれた方へ目を向けると、そこにはニヤニヤとした笑みを浮かべた淳くんがいた。以前街中で会った時とは違い、白衣を羽織ってネームプレートを下げている。ああ、今はもうクビになってニートだから先生じゃないか。っていうか何？姉さんを働かせておいて、自分は昼間っからふらふら遊び歩いてるわけ。本当に最低だな。何様のつもりだよ、このクズが。相変わらずの嫌われっぷりに思わず口調してしまう。争うのは本意ではないので聞き流そうと黙っていると、それが気に障ったのか、淳くんは不愉快そうに顔をしかめた。いい年したおっさんがニートなんて恥ずかしくねえの。しかも辞めた職場にのこのこ顔見せてるなんて、面の皮厚すぎて引くわ。それとも何？また雇ってくださいって泣きつきに来たとか。腕が悪い医者なんて誰も雇いたくねえんだから、さっさと移ろよ。姉さんもなんでこんなやつ選んだんだろう。見る目ないよな。はっと鼻で笑う淳くんを実習生の一人が、おいお前ちょっと、と止めようとしたけれど、淳くんはずっと俺を睨みつけていた。だいたいあんたに診察される患者もかわいそうだよな。腕が悪い医者に診察されたって治るもんも治らねえっての。そうとは知らず担当になっちまったやつはほんと不憫だよな。いいか、ここはエリートが集まる場所なんだ。あんたみたいな底辺は場違いなんだよ。いるだけで迷惑なんだから、とっとと消えてくんないかな。冷たく吐き捨てた淳くんの言葉はさすがに受け流せるものではなかった。俺のことだけならともかく、彼の言葉は俺を信頼してくれた患者さんたちをも侮辱する言葉だ。怒りに任せて反論しそうになった時、横にいた教授が信じられないと言わんばかりに声を上げた。君は誰に向かってそんなことを言っているのか分かっているのか。教授の言葉に淳くんを止めようとしていた実習生も、お前知らないのかよとひどく慌てた様子だった。誰って、結婚前に仕事辞めた考えなしのニートだろ。そう嫌そうに返した淳くんに教授は、とんでもないと首を振る。佐藤くんは辞めたと言ってもヘッドハンティングされてアメリカに行くんだ。彼は小児外科で数々の難しいオペを成功させている。その腕が認められてアメリカの病院から徐々に声がかかったんだ。お前佐藤先生のこと知らないのかよ。それにアメリカの病院だって小児科で権威のある大病院だ。俺らがおいそれと勤められる病院じゃない。とても名誉なことなんだぞ。興奮気味に言う教授に続けて実習生が声を上げると、じっとりと涙目で淳くんを睨んでいた圭吾くんも顔を真っ赤にして加勢してくれた。そうだ、先生はすごいんだ。難しいって言われてた俺の手術もやってくれたし、辛い時も先生が励ましてくれたから俺は元気になれたんだ。全部先生のおかげなんだ。なのにお前なんてこと言うんだよ。こらえきれなくなったのか、圭吾くんの大きな目から
涙がボロボロとこぼれ落ちる。先生に謝れと淳くんにつかみかかろうとする圭吾くんを慌てて引き止め、ぎゅっと抱きしめると、圭吾くんはうわんと泣きじゃくってしまった。俺は腕の中で、お前なんか医者じゃない。先生に謝れ。と涙声で訴える圭吾くんに、淳くんは罰が悪そうに下を向く。俺の代わりにみんなが怒ってくれたから、自分の中の怒りがだんだんと収まるのを感じていた。淳くん、いい医者っていうのは、技術がすごいことだけを言うんじゃないと俺は思うんだ。ただ、病状を診断するだけなら機械でもできる。だけど、俺たち人間じゃないとできないことがあるだろう。それは患者さんの気持ちを考えて寄り添うことだよ。そう伝えると淳くんは悔しそうに唇をかみしめ、握りしめた拳をわなわなと震わせていた。きっと俺に言われなくても淳くんはもう理解しているだろう。だけど俺はあえて言葉にさせてもらった。君が梢を大切に思うように患者さんのことを大切に思っている人がいる。誰かの大切な人を守るために俺たち医者はいるんだと思う。おごりは人を鈍らせてしまうから、いつでも初心を忘れずにいることが大事だよ。どうして淳くんが医者になりたかったのか、俺は梢から聞いたことがあった。ずっと働き続けていたお母さんが過労で倒れて病気を併発してしまった時、お母さんの病気を治してあげたいのだと幼い淳くんはそう言っていたらしい。それから努力を続けてもうすぐ医者になろうとしている淳くんに、どうしてもそのことを思い出してほしかった。俺は、何かを言いかけた淳くんは今にも泣き出しそうなほどぐしゃりと顔を歪めると、うつむいたまま走り去ってしまう。その寂しげな背中は今までのことを十分後悔しているように見えて、俺は少しだけ淳くんと歩み寄れたような気がしていた。それから1ヶ月後、俺と梢は無事に結婚式を終えて、これから共にアメリカへ旅立とうとしていた。スーツケースを持った人たちで賑わう空港の片隅に、俺たち夫婦と見送りに来てくれた家族の姿があった。互いの両親はもちろん、淳くんも実習で忙しい中、わざわざ見送りに来てくれていた。あの日から数日経った後、淳くんは俺に誠心誠意謝ってくれて、なぜか弟子入りさせてほしいと頻繁にうちに遊びに来るようになっていた。出会った頃からは想像もつかないかもしれないが、もともと優秀で志も高い淳くんだったから、俺たちは医療について夜な夜な熱く語り合う仲にまでなった。つい夜更かしして二人揃って梢に送られるまでが最近の日課と言えるほどだ。わかってると思うけど、姉さんを泣かせたら承知しないからな。いいかと指を突きつけてきそうな勢いでそういう淳くんに、俺は何度目かわからない、肝に銘じておくよを返す。このやりとりを何度も見ている梢は微笑ましいものでも見るようにニコニコと笑っていた。それに、兄さんなんてすぐ追い越していい医者になってやるから。希望と自信に満ちた淳くんの眼差しがとても眩しい。淳くんならきっとすぐにいい医者になるだろう。ああ、待ってるよ。俺が拳で自分の胸をトントンと叩いてまっすぐに伸ばすと、淳くんはニッと笑って同じジェスチャーを返してくれる。コツンとぶつかり合った拳から淳くんの覚悟をもらえたような気がした。登場アナウンスが流れて、俺と梢は顔を見合わせる。そろそろ行かなきゃ。家族と離れるのは少し寂しかったけれど、梢となら遠い異国でも支え合っていけると俺は確信していた。二人とも体には気をつけるんだぞ。無理はしちゃダメだからね。姉さんを絶対泣かせるなよ。口々に心配してくれる家族に、俺たちは笑いながら手を振った。窓の外はすがすがしいほど青く澄み渡っていて、絶好の旅立ち日和だ。行ってきます。晴れ晴れとした気持ちで、俺は愛する人と共に新天地へと飛び立った。その後、同僚から聞いた話では、淳くんは立派な医者になったらしい。技術はもちろん、
誰よりも患者さんに寄り添った医者になっていると聞いて、俺はとても嬉しかった。たとえどれだけいい技術を持っていたとしても、人の心が通っていなければ、それはおごりになってしまう。医術とは人を救うための技術だ。誰かを救いたいという気持ちが源であり、掲げ続けるべき目標だろう。あの日もらった覚悟とともに、俺もこの地で目標に向かって邁進していきたい。これからも梢と互いに支え合いながら、患者さん一人一人に寄り添った医者であり続けたいと強く思った。今日は妹の結婚式。なのに披露宴で私に与えられたのは大きな丸テーブルに一人だけの座席。この席を仕組んだのは妹の夫になる男だ。あんたは一人がお似合いだよ。ブスで大学にも通っていない低学歴なやつと一緒に座りたい人なんていないっしょ。ブスで悪かったわね。100歩譲って私の顔が気に入らないのはわかる。でもだからって一人席にしなくてもよくない？私が披露宴の空気を壊さないよう拳を握って耐えていると、新郎は顔を近づけて言った。っていうか、恥ずかしいんだよ。こんなやつが俺の親族になるなんて。たとえ義理でもね。一緒の空気吸うのも嫌だわ。は？もう我慢できない。こんな最低な男に大事な妹を任せたくはない。私が立ち上がると新郎の上司がやってきた。そして衝撃の一言を私に伝え、それを合図に新郎は全てを失うこととなるのだった。私の名前は今井忍。長所は体が丈夫なこと。物心ついた頃から病弱な母と妹との3人暮らしだった。お金に困っているだけでなく、体が弱くいつも疲れながらも仕事に出かけ、私たち姉妹を育て上げてくれた母には一生頭が上がらない。私は自分の体が丈夫で毎日元気だった分、二人を支えるために家事と妹の世話を頑張った。3つ年下の妹、あやめは姉の目から見てもとっても可愛らしく、病弱なことが相まってとても儚い存在に見えていた。だからだろうか、あやめは私が守らなくては、と幼心でも使命感に燃えていた。5年生のある日、学校の帰り道に公園で妹の姿を見かけた。どうやら一人ではなさそうだ。久々の登校だったので、友達と寄り道でもしているのかと様子を見てみると、私の想像とは全く違った事態が起こっていた。おそらくあやめの同級生であろう男子が彼女のランドセルを頭上に掲げていた。背が低く飛び跳ねたりすることも簡単にできないあやめは手を伸ばし、泣きながら必死に取り返そうとしている。男子は全部で3人。他の2人もあやめを助けるどころかこの状況を楽しんでいる。私のランドセル返してよ。お前ほとんど学校に来ないんだし、こんなものいらないだろ。うちの妹に何してんの？男子生徒の身長は私の肩ほどにも満たない。ひょいと取り上げ怒鳴りつけた。あんたたち、あやめを泣かすなんてただじゃおかないわよ。なんだよお前。今井の姉ちゃんじゃない？ 5 年生じゃん。私をじろじろと見上げた男子たちは勝てる見込みがないと判断したのか、雲の子を散らすように逃げていった。捨て台詞として、お前なんて兄ちゃんにボコボコにされちまえと言いながら。お姉ちゃん。服の袖で涙を拭きながら私を呼ぶあやめに、取り返したランドセルからハンカチを取り出して渡してやる。また何かあったらお姉ちゃんに言うんだよ。ありがとうお姉ちゃん。こんなに可愛い妹をいじめるなんて許さない。男子生徒の名前を聞き出そうとしたが、争い事を好まないあやめは教えてくれなかった。しかし、翌日本人たち直々に私を出迎えてくれることになる。お前、昨日弟に喧嘩売ったんだってな。
帰り道の例の公園で昨日会ったあやめの同級生の男子とその兄らしき男子生徒が私に声をかけてきた。彼は中学の制服を着ている。私は身構えたが、ここで逃げたらまたあやめがいじめられる。あんたの弟が私の妹をいじめたの。ランドセルを盗まれたから取り返しただけ。弟はお前にいじめられたって言ってるぞ。あんたの弟がいじめたの。私、あんたもあんたの弟のことなんかも知らないんだし。今日は早く帰ってスーパーに行かないといけない。彼らを無視して通り過ぎようとすると、兄の方に腕をつかまれた。話してよ、急いでるの。お前が謝ったら話してやるよ。はあ？むしろ妹に謝ってほしいのはこっちなんだけど。その気がないなら謝らせてやる。あろうことか、そいつは小学生の私相手に殴りかかってきた。私は腕を殴られ、痛みに耐えながらお返しに足を蹴ってやる。当たりどころが悪かったのか、うめき声を上げながら私を睨んでくる。何すんだ！胸ぐらをつかまれ、つま先立ちになるほどに引き上げられる。首が苦しくてもがいていると、遠くから人の声が聞こえた。おい、お前たち何してんだ？やべ、伊藤だ。兄ちゃんの先生？ああ、捕まったらやばいぞ。お前たちも逃げろ。突然手を離され、地面に放り出される。ゲホゲホとむせていると、知らない大人が私の背をさすり、立たせてくれた。中学校の先生らしい。大丈夫？怪我は？あそこの小学校の子？といろいろ聞かれるが、私はショックで口が聞けなかった。自分より力の強い相手に全く歯が立たない。こんなことじゃ大きくなった時にあやめを守ることなんてできない。もっと強くならなくちゃ。私は体を鍛えることにした。もともと運動神経がいいこともあり、長時間走ることも、どんなスポーツをすることも苦ではなかった。そして中学生になった時、素晴らしい出会いが訪れた。それは新入生への部活動紹介の時間。柔道部と書かれた垂れ幕を背に、人が人をいとも簡単に投げ飛ばしていたのだ。これだ。私に必要なのはこの技だ。もちろん、スポーツの技術を一般人に使うことはご法度。しかし、そんなことを知るはずもない中学生の私には、柔道こそ自分の求めていたものだと確信した。あんな風に悪いやつを投げ飛ばすことができれば、どんないじめっ子もあやめに近づけさせないで済む。早速私は柔道部に入部した。そしてすぐに柔道の技を一般的に使用してはいけないと教わった。しかし、護身術に通じるものがあるし、強くなれることに変わりはない。柔道を心得ている姉の存在だけでも、きっとあやめは守られる。こうして私はあやめのために柔道を始めた。最初は妹を守れる強い姉になるため、というだけの動機だったのだが、柔道は私に合っていたらしく、先輩をもしのぐ実力を身につけ、地域の大会、県大会と、どんどん規模の大きな大会への出場権を獲得していった。私の柔道の腕は高校への推薦に使うことができた。スポーツ特待生として柔道の強豪校に通うことができ、家計を圧迫することなく高校進学が叶った。高校でも私の強さは衰えなかった。優勝こそできなかったが、1年生の時点で全国大会にも出場できた。成果が出せるのも自分が強くなっていることを実感するのも楽しくて、ひたすら練習に取り組んだ。その結果、高校生活最後の全国大会、無差別級、団体戦ともに優勝を果たした。そこで私の柔道生活は幕を閉じた。高知には大学に進学し、柔道を続けることを勧められた。母親とあやめにも自分の好きなことをしてほしいと言われたが、私は断固としてうなずかなかった。もともとはあやめを守るためにと始めた柔道。その彼女も成長とともに元気になりつつある。もう日本一になったんだから未練はない。それよりも私は別の方面であやめのために生きなければならない。高校を卒業すれば就職ができる。家計のために母親とあやめに少しでも楽な生活を送ってもらうために、私は大学進学の道を諦めた。6年間も柔道を続けられて、
練習に専念させてもらって、こうして頂点に立てたのだ。後悔は全くない。そして私は就職し、あやめは高校を卒業した後、大学に通うことができた。彼女は頭が良く、援助のしがいがある。大人になってすっかり元気になったあやめもまた、私たちの家計を支えるために、と就職先に大手の銀行を選んだ。ようやく母親に楽をさせることができ、家族3人幸せに暮らしていた。総務の山田さん、結婚するらしいよ。山田さんとは職場の同期だ。彼氏ができた時は相当幸せそうにしていたから、結婚の運びになったことを喜ばしく思う。そうなんですね。おめでたいです。そういえば、今井さんの別の同期も先月結婚したよね。はい、素晴らしい結婚式でした。昼休憩中に職場の結婚話で盛り上がる。私も結婚したいなと目を輝かせる同僚も恋人ができたばかりだ。今井さんはいい人いないの？私ですか？今のところは特に。話を振られ苦笑いする。学生の頃は家族と柔道のことで頭がいっぱいで、男子との交際なんて考えたこともなかった。そして今も仕事と家族のことで頭がいっぱい。つまり何も変わっていない。ずっと男性とは無縁の生活だ。私は家族が幸せだったらそれで、家族孝行者ですね。でも家族に心配されたりしませんか？確かに結婚式に出席する機会が多くなったせいか、母とあやめにも私たちのことは気にせずに恋人を作ってもいいのよと言われる。しかし無理して作っていないわけではない。あまり興味がないのだ。母とあやめのために働き、二人が幸せでいてくれることで今の私は満たされている。だから結婚願望も特にない。好きなタイプは？好きなタイプですか？本当に考えたことがない。しかし強いて言うならば、あんな人は苦手かも。訪れた喫茶店で思わず目に入った客の一人を見て、職場での恋愛話を思い出す。金髪でシャツもパンツもだらしなく着ている同年代の男性。両耳にはピアスが何個かぶら下がっていて、隣にいる女性の肩に手を回しながら楽しそうに話している。他人の外見も趣味にも口出ししたり非難をする権利なんてないが、恋愛対象として見られるかというと、あんな風にチャラチャラした人は私には合わないだろう。きっと彼だって仕事一筋で飾りっ気のない私など眼中にないだろうが。私は彼らの近くの席に着き、コーヒーとタルトを注文する。お気に入りの本を広げ、ゆったりとして時間を過ごす。一度お手洗いのために席を立つと、ちょうど先ほどのカップルが帰ろうとしていたらしく、男性の方と肩がぶつかってしまった。あ、すみません。ってな、どこ見てんだよ、このブス。言われた内容が頭に追いつかず、呆然と立ち尽くす。そんな私を放置し、二人は店を出て行った。ブス。確かに私も彼は自分に合わないと思っていた。彼も同じだということはよく分かった。だけど、相手を傷つける言葉をぶつける必要なんてどこにあるの？見てくれで人を判断するのは自由だけど、それを相手に言うのはマナーがなってないんじゃないの？なんなの、あの男。こうして私の男性へ対する興味はますます薄れていった。そんな私と反対の道を進もうとしたのが妹だ。私、プロポーズされたの。え？夕食後、母と私の前であやめが言った。あらあら、おめでとう。母は驚きながらもあやめの両手を握りしめる。私も一瞬言葉が出ないほどにびっくりしたが、おめでとうと声をかけた。相手はどんな人なの？同じ職場の人で、お父さんがうちの専務だから、お家もお金持ちなの。あら、すごい人なのね。ええ、今度二人に紹介するわね。それからすぐに顔合わせの日取りが決まり、約束のレストランに早めに到着する。予約席に案内されると、私は目を疑った。
案内された席にすでに一人。数日前、喫茶店で私のことをブスと罵った男が座っていたのだ。座席を間違えているのではないかと思い店員に確認しようとすると、あやめが母を連れてこちらに向かってくる。そして困ったことに、その男の隣に立ったのだ。彼が婚約者の皆川定さん。はじめまして、あやめさんにはいつもお世話になっております。ああ、あやめ、どうしてこんな男を。愕然とする私をよそに母は自己紹介をする。次に私の番となり、姉の忍ですと自分でも覇気のない声で挨拶をした。男。皆川は私に会釈をすると、先ほど突っ立っていたことを気にしていたのか、取り繕うように返事をした。いやー、お姉さんでしたか。あやめさんと似ていないので気づきませんでした。いいのよ。全然気にしてないわ。ギリギリの笑顔を浮かべ、何でもないように装う。この様子だと喫茶店で会ったことなんて忘れているな。私としても忘れてくれている方が助かるので問題はない。それから2時間ほど、主に母と皆川は会話に花を咲かせている。私はほとんど会話に加わらず彼を観察し続けていた。レストラン前で解散し、帰宅後、あやめの部屋で念のため確認を取った。あやめ、本当にあの人でいいの？なんというか、私が言うのも説得力に欠けるとは思うんだけどね。あの人あんまり、妹の婚約者を悪く言って傷つけたくはないが、私は絶対にやめてほしい。彼の本性を知っているのだ。しかも彼は喫茶店で他の女といた。もともとスキンシップの激しい人なだけなのかもしれないが、彼の態度のせいで不信感は募る。さすがに喫茶店のことは言わなかった。言った方がいいのか、まだ真実が不確定な状態で余計なことは言わない方がいいと思ったのだ。私の歯切れの悪さにあやめは首をひねる。お姉ちゃん、定さんのことあんまり好きじゃない？優しい人だよ。なんと彼はあやめの前ではいい人らしい。相手によって態度を変えていることもこれで明らかとなった。ますますあやめから引き剥がしたいが、お姉ちゃん、心配してくれてるんだよね。うん。ありがとう。でも私も子供じゃないんだし、大丈夫だよ。そういうあやめに私の具体的な記念内容を伝えることができない。仕方ない。やはりあやめは、私が守るしかない。それから半年後、私は2人の結婚式が行われるチャペルにいた。母が先月から病気が悪化して入院しており、直接の親族は私だけの出席だ。あやめは日取りを変えようとしていたが、そのためには費用もかかるし、そこまで心配する状態でもないから、と予定通り行うことを勧められた。式は滞りなく行われ、披露宴会場に移動した私は席次表を見て目をこする。丸テーブルに5人掛けの座席になぜか私一人だけの名前が書かれていた。印刷ミスだろうかと最初に思った。しかし座席へ向かうと私の名札が一つだけ大きな丸テーブルの端に置かれている。近くにいた親戚の席次表を見せてもらい、確認すると印刷ミスではなく、確かに私の名前だけが一つのテーブルを占領している。しのぶちゃん、お母さんは今日来られないのよね。親戚のおばさんが不思議そうに話しかけてくる。はい、先月から決まっていたことなんですけど。突然の欠席ならこうなっても仕方ない。しかし、母が不在であることが分かっていてこの割り振りにするのだろうか。親戚たちは自分たちのテーブルにと勧めてくれたが、勝手な行動を取りたくないので丁重に断り一人で席に座る。他の出席者がちらちらと私を見てはあまり触れてはいけないもののように目をそらす。気持ちのいい視線ではなく周知に耐えながら披露宴の開始を待った。そうして入場してきた新郎新婦。あやめはスポットライトを眩しそうに浴びながら真っ先に私の方を見て目を見開いた。驚いているように見える。心当たりがあるとすれば、
この一人席だろうか。しかし段取りがあるため、私のことに触れることもできず、席に座り、披露宴が始まった。しばし新郎新婦との写真撮影や食事の時間となり、私は名前を呼ばれて二人のもとへ行く。お姉ちゃん、どうして一人なの？あやめが尋ねてくるが、それはこちらのセリフだ。あやめが知らないとなると、犯人はおのずと絞られる。どういうことですか？皆川を軽く睨むと、ひょうひょうとした態度で私に耳打ちをした。だって、せっかくのあやめの晴れ舞台に、ブスで大学にも通っていない低学歴のお姉さんを呼んでるんですよ。それだけでこっちの名誉が汚れるっていうのに、そっちもそれ相応の罰を受けてもらわないと。思わず声を荒げそうになり、拳を握りしめて耐え忍ぶ。罰って何？ブスだったら罰を受けなきゃいけないの？大学に通っていないのは悪いことなの？第一、どうしてこの男にそこまで言う権利があるのだろうか。稼ぎが良くて可愛い妹の心を射止めたから天狗になっているのではないだろうか。いろいろ言い返してやりたいが、披露宴の雰囲気を悪くできない。彼もそれを分かって言っているのだろう。理不尽な物言いや扱いに耐えるのはすべてあやめのため。自分に言い聞かせ、無理に作った笑顔で写真を撮った。無事披露宴を終え、最後に両家の親族だけで写真撮影が行われている。皆川の父親、あやめの銀行の専務も私を見て顔を潜めていた。息子からあまり学歴が良くないと聞いているよ。くれぐれも我々からおこぼれをもらおうなどという気を起こさないようにしてくれ。親子ともども失礼な人たちだ。ええ、私は母を養えるほどには安定しておりますので。どうだか？高卒の就職先なんてたかが知れている。私だけでなく高卒すべてを敵に回す言い方によくこんな人格で専務にまで上り詰めたなと不思議に思う。さっさと帰りたくてあやめにだけ声をかけて帰ろうとすると、恰幅のよく端正な顔つきの男性が廊下の奥から現れた。皆川くん。佐々木と踊り、どうしました？すまないが君の車の鍵を貸してくれるかね。荷物を運び入れたいんだ。どうぞ。皆川の父親がカバンから鍵を取り出し男性に手渡す。受け取った男性は私と目が合うと驚いたように声を上げた。今井さんじゃないですか。こんなところで。ああ、神父様のご親族でしたか。佐々木さん、ご無沙汰しております。もう還暦を超えたがまだ若々しく見える彼に挨拶をすると、皆川親子はポカーンとした表情で私たちを見ていた。頭取、お知り合いですか？ああ、彼女は私の恩人なんだよ。今の私があるのは今井さんのおかげなんだ。佐々木さんの言葉に皆川親子は顔を見合わせ鼻で笑う。頭取、何かの勘違いでは？妹の経済力にすがろうとする貧乏気質のこの人がそんなこと。そうですよ。息子からも彼女の話は聞いています。高卒の人間があなたの恩人なんて。何を言ってるんだ二人とも。佐々木さんは二人を叱責した。5年前の銀行強盗未遂事件を知らないはずないだろう？まあ。あの時、人質に取られかけていた私を救い、強盗からうちの銀行を守ったのが彼女なんだぞ。二人とも驚いて声が出ていない。あの時は本当にありがとうございました。何度お礼を言っても言い足りません。深々と頭を下げる佐々木さん。顔を上げてください。もう昔のことですよ。それに、警官としては当然のことです。警官？皆川の顔が青くなるのを私は見逃さなかった。そう、私は高校卒業後、柔道の腕を生かして家族を守ることができる安定した職業ということで警察官となったのだ。そしてオフの日に偶然訪れた銀行の支店で銀行強盗に遭遇したのだ。強盗たちは店にいた人たちを脅し、偶然視察に来ていた佐々木さんを役員と見抜いて人質に取ろうとした。
そこに出て行ったのが私だ。ナイフを持つ屈強な男に、私はこれまでの柔道の経験と警官になってからの訓練を思い出す。向かってくる強盗と組み合い、投げ飛ばし、佐々木さんや一般人を避難させながら他の強盗にも立ち向かう。幸いにも他にも私服警官が一人いて、強盗たちは無事取り押さえられた。そんな、この人が。信じられないと言いたげに皆川の父親が私を見る。そうだ。君はその場にはいなかったが、いや、そんなことは関係ない。たとえ知らなくとも、学歴や偏見で人を判断するんじゃない。彼女は私の、ひいてはうちの銀行の恩人なんだぞ。しかし、彼女は我々の財産を当てにして。そんなこと一言も言ってません。佐々木さんの擁護のおかげでいささか強気に出られる。その時私のスマートフォンに着信があった。仕事用のスマートフォンだ。すみません、少し失礼します。ええ、はい。本当ですか？電話は同僚からのものだった。報告の内容に上機嫌になった私は皆川の肩に手を置く。ようやく君に反撃できるわ。何を言って。その声は少し震えていた。君の前職について調べがついたの。証拠もちゃんと見つかった。前職？あやめが首をかしげる。父親でさえも何の話をしているのか分かっていないらしい。私はあやめに目を合わせ、申し訳ないと思いながらも説明した。ごめんね、あやめ。この男、結婚詐欺師だったの。はい、でたらめ言ってんじゃねえぞ。掴みかかってこようとする皆川の手をいなし、私は続ける。ずっと追っていたの。結婚式代を自分の懐に入れ、気がついた頃には姿をくらます悪魔のような男。まさか普通の銀行員になっていたなんて思わなかったわ。被害総額は3000万ほどかしら。私は銀行強盗の件以来、犯罪をもっと減らしたくて刑事になった。そしてここ最近は数年前からの結婚詐欺について調査をしていたのだ。被害者から受け取った写真の男を探して半年。例の喫茶店で皆川を見つけた時は本当に嬉しかった。まあ、その後ブス呼ばわりされるなんて思ってなかったけどね。ずっとあんたを追っていたわ。まさか妹の婚約者になるなんて思ってもみなかったけど。裏が取れないからどうしようもできなかったけど、今さっき他の刑事から証拠が見つかったって連絡を受けたわ。もうすぐここに来るって、と警察手帳を突きつけながら付け加える。皆川の父親もまさか息子がそんなことをしていたとは知らなかったようだ。サダム、お前、数年間はフリーランスで稼いでいたと聞いていたが、そんなことを。その言葉を聞いて、皆川は肩を震わせ、私に再度掴みかかってきた。胸ぐらを捉え、拳を振り上げている。ふざけんなこのブス。お前のせいで俺の人生めちゃくちゃじゃねえか。お姉ちゃん。はあ、それは被害者たちのセリフよ。拳を避け、手を叩き落とす。懐に入って反対に体をつかみ、床になぎ倒した。どう？ブスに負ける気分は。微笑んでやると、皆川は気力をなくしたのか、手足の力を抜いた。数分後、到着した同僚に連行されていく皆川を見送る。まさか、彼が結婚詐欺師だったなんてな。さすがに正社員になってからは身元がバレるので、鳴りを潜めていたみたいですが、まだ時効ではないことが救いでした。君はまたうちの銀行を救ってくれたわけだ。佐々木さんは再び深々と頭を下げる。頭を上げてください。これは仕事なので。それより、その場を去ろうとしていた皆川の父親に目を向ける。皆川サダムの身辺を探っているうちに、父親にも怪しい挙動が見られました。なんだって？彼は佐々木さんとは職場が違うんですよね。あなたの目の届かないところでいろいろやってたみたいですよ。法に触れるようなことも。こちらについては後日連絡が行くと思います。
親子ともども本当に救えない。しばらくして皆川親子の判決が下った。皆川は8年の懲役刑、そして父親は横領の罪で8年の懲役刑。本当に仲のいい親子だ。その知らせをあやめにすると私に拍手を送ってくれた。さすがはお姉ちゃん。悪い奴を一気に2人も捕まえちゃうなんて。私一人が頑張ったわけじゃないけどね。それより私はあやめのことが気がかりだった。皆川はあやめとの結婚は本気だったらしい。だからあやめが被害に遭うことはなかっただろうが、結婚式当日に婚約破棄なんて相当傷ついたに違いない。あやめ、ごめんね。初めて皆川に会った時に伝えていれば。そういうの言っちゃダメなんでしょ。それにお姉ちゃんのことを悪く言う人と結婚なんてしなくてよかった。それと、あやめは台所に立つ母に聞こえないように小声で言った。実を言うと、お金に目がくらんだのは私の方なの。え？サダムさん、私の気を引くためにずっとお金をちらつかせてきてたんだよね。今思うと、あれも詐欺で盗んだお金だったんだろうけど、とにかくお金持ちのところに嫁げば家計も楽になるかなって。ほんと、あやめは頭がいいのにバカだね。私はけなげな妹の頭を撫でる。私もお母さんもあやめの幸せが第一なの。私たちのためにそんなことをされても、これっぽっちも嬉しくないわ。ごめんね。これからそういう大事なことはちゃんと相談してね。姉ちゃん。何？ありがとう。昔も今も私を助けてくれて。お姉ちゃんだからね。家族を思う気持ちは何にも代えがたい。努力して、間違えて、空回って、怒られて。何があっても頑張っていられるのは家族のため。そして今幸せなのも家族のおかげ。自分の弱さを知ったから、柔道を続けたから今の私がある。人生に無駄なことなんてないと前向きになれたのも家族のおかげ。二人には感謝しかない。家族のために、自分のために。私はこれからも多くの人を守りたい。娘が、君に会いたいそうだ。見合いをしてみないか？そんな話を取引先の社長に持ちかけられて、俺は驚いたどころじゃなかった。なぜなら、俺は経営がピンチの小さな書店のオーナー。そして、彼の娘である社長令嬢は、ずっと会いたかった。俺の顔を見るなり、令嬢はにっこりと嬉しそうに笑った。それって、どういうことだ？混乱する俺。その手を、彼女は突然ぎゅっと握った。え？ねえ、お願いがあるの。私のパートナーになってくれない？そんな突拍子もない申し出から、俺たちの物語は始まる。そして、最後に待っていた結末は、俺の名前は久保田司、28歳。東京のある出版社に勤める会社員で、所属は文芸雑誌の編集部だ。じゃあ俺、これから先生のところに行ってきますね。同僚に声をかけて、担当する作家の元に向かう準備をする。編集者という仕事は非常に業務の幅が広い。雑誌で扱う企画を考え、編集会議で提案する。担当作家の原稿をチェックして、必要があれば修正を依頼する。会社の各部署や印刷会社などと連絡を取り合い、発売日までに雑誌が完成するようスケジュール調整をする。時には作家の取材に同行したり、SNS でプロモーションをしたり、書店まで足を運んで新刊を売り込んだり、などなど。そして、本当にすみません。久保田先輩。私がわがままを言ったせいで、後輩の女性社員が追いかけてきて、申し訳なさそうな顔をする。俺は大丈夫だと首を振った。わがままなもんか。もう大丈夫だから。藤谷先生は俺に任せて。
どうしても無理で。私、もともとあの人の大ファンで編集者になったのに、正直、夢をぶち壊された気分です。ああ、大丈夫大丈夫。そういう人、他にも結構いるから。苦笑しながら、しょんぼり肩を落とす後輩を慰める。俺はこれから、ある小説家の自宅まで原稿を受け取りに行く。才能あるクリエイターというものは、どこか一般人とは違う部分があるのかもしれない。担当している作家たちも、みんな一癖二癖ある人ばかりだ。これから向かう先生もまた。いや、あれと一緒にしたら、他の先生たちに失礼か。簡単に言えば、ある問題から頻繁に担当者が交代している。そんな人物のところへ、俺は腹をくくって足を運んだ。もうこれ以上、後輩たちが悲しむことのないように。またお前かよ。次こそ女の編集をよこせって言ったはずだけど。俺の顔を見るなり、その人物は思い切り、不快そうに顔を歪めた。会社のほど近くにある高級タワーマンション、その玄関ドアを開けて、ちっと大きな舌打ちまでしたのは、現在俺が担当している作家の一人。女性を中心に絶大な人気を誇っている。ベストセラー恋愛小説家の藤谷時也先生だった。原稿を受け取りに伺いました。締め切りは今日でしたよね。こうして悪態をつかれるなんて慣れたもの。俺はひるむこともなく、今日が締め切りの、すでに2、3回ほど締め切りを伸ばしている原稿を、今日こそ出してくれるよう催促する。本来なら、原稿はデータをメール送信してもらうのだが、待てど暮らせどメールは届かず、連絡も無視されるので、こうして直接、催促に訪れたのだった。お願いします。本当に入稿期限ギリギリなんです。このままだと、藤谷先生の連載を楽しみに雑誌を買う大勢のファンが悲しみますよ。まさか、まだ完成していないなんて言わないよな。という本音は隠しつつ、できるだけ下手から、笑顔を絶やすことなくお願いする。作家の機嫌を取り、気持ちよく作品を作ってもらうのも、編集の仕事だと思うから。たとえ、ますます向こうが調子に乗ったとしても。だから、原稿が欲しかったら、女をよこせっての。女。この程度も覚えらんないなんて、ほんと編集って低能だわ。あいにく、女性社員は全員が多忙で、やむを得ず自分が藤谷先生の担当を。藤谷時也といえば、読む人の胸を打つ繊細な心理描写が評判の作家だ。加えて、まだ30歳という若さに、まるで俳優のように端正なルックス。メディアに登場すれば、その爽やかな人当たりのいい性格で、ますますファンを増やす。そんな人物なのだが、男なんかに僕の作品の魅力がわかるかよ。しかもこんな、いかにもモテなさそうなやつとか。しかも聞けば、誰も知らないような田舎の出身らしいじゃん。だから SNS で新刊の評判がいまいちなのかな。ひも手のど田舎者がプロモーションしてるから。そんなことは、すごく評判ですよ。もちろん先生のお力で。こないだの若い女編集、あの子に戻せよ。あんま仕事はできなかったけど、若くて可愛いってだけで、あんたの100倍は有能だったから。あはは、そんな、無理に決まってるだろ。そんな本音を、俺は心の中で吐き捨てた。彼の悪い癖は、業界の人間なら大抵は知っている。とにかく女性が大好きで、堂々と、編集担当は女性がいいと公言するほど、気に入った担当者は必ず自分の恋人になるよう口説く。断れば原稿をわざと遅らせたり、連絡を無視したりと嫌がらせをする。先代担当である後輩も何度も私的な用事でマンションに呼び出されて、あまりに辛そうだったので、俺から担当の交代を上司に申し出たのだった。とにかく、原稿をお願いします。すぐ会社に戻って構成をしないと。誠意が足りないんだよな。
作家の頼みも聞けないのに原稿って。ああ、作家を大事にしない編集ってやだな。だからラストシーンもいまいち思い浮かばないんだよな。何かお手伝いしましょうか。そうだな。ちょうど小腹も空いたし。結局、かなり遠くの店まで弁当を買いに行かされたり、他にも部屋の掃除をしろだの、また遠くの店でドーナツを買ってこいだの。あれこれ散々こき使われた挙句、どうにか原稿が完成したのは夕方。ヘトヘトで会社に戻った俺は、休む間もなく原稿チェックや、印刷所への連絡などに追われる羽目になったのだった。悪いなあ、久保田。大変な仕事を任せてしまって。編集長も、藤谷については良くも悪くも知っている。様々な問題を把握していながら、雑誌の看板作家なだけに契約を切ることはできない。そんな申し訳なさからか、藤谷の担当になって以来、よく校了後は飲みに誘ってくれる。この仕事自体そうだが、実家に帰省する暇もないだろう。親父さんは元気にしているか？最近は電話もしていなくて。でも、まだまだ店を続ける気はあるみたいです。俺は大学生の時、母を交通事故で亡くしている。だから、故郷の実家には、父が一人暮らしで、小さな書店を経営している。俺が編集者の仕事を選んだ理由の一つも、幼い頃から本に囲まれていたからで、父も、うちの雑誌を読んでくれているそうです。老眼には字が小さすぎるなんて文句を言いながら、まあ連絡するたび何かしら文句を言うんですけど、俺が上京するのは大反対だったので、それはありがたいな。もしもの時はいっそ私が藤谷先生を担当するから、たまには親父さんに顔を見せてやりなさい。はい。この時俺は、ただ編集長の言葉に感謝しながら、ビールのグラスを傾けていた。そのもしもが現実になるなんて、少しも想像することなく。はい、もしもし。久保田は自分ですが、父が？ある日、知らない番号からかかってきた電話。それは、父が倒れて息を引き取ったという知らせだった。俺が生まれ育ったのは、本州の北にある田舎町だ。賑わっているのは町の中心部だけで、あとはポツポツと民家がある以外、ほとんど畑と山ばかり。藤谷の言葉を借りれば、まさにど田舎。そんな町で、たった一つの書店。それが俺の実家、久保田書店だ。親父、最後まで親父だったんだな。葬儀や、もろもろの手続きを終えて、ようやく店の扉を開ければ。店内は、カビ臭くもなければ、床や本の上に埃が積もっていることもなかった。父が最後の最後まで掃除を欠かさなかったからだ。蝶がつくほど寡黙で、母も呆れるほど真面目な人だった。きっと以前から苦しかったはずなのに、この店を守れるのは自分だけだから、病院にも行かず耐えていた。倒れた時には、もう手の施しようがないほど、病魔に蝕まれていて、それでも、最後は眠るようだったと、見とってくれたご近所さんが教えてくれた。藤谷先生の担当は、次も必ず男性にする。だから、心配せず、全力でやりなさい。書店を継ぐべきか、それとも、父の代で閉店するか。俺が迷っていると、編集長は背中を押してくれた。一つでも多くの書店を守ることは、自分たち、出版業界を守ることにもつながるからと。だから、俺も覚悟が決まった。会社に退職届を出し、こうして地元に戻ってきたのだった。しかし、こんなにガラガラだったかな。そりゃ本も売れないわけだ。久保田書店は商店街の一角にあり、目の前は街のメインストリート。決して立地は悪くないのだが、売上データを確認すれば、ここ数年でめっきり右肩下がりしていた。その原因は、そもそも商店街を歩いている人自体が少ないから。かつては絶えず買い物客が行き交い、子供たちが笑顔で走り回っていた大通りは、
今や眠りについたようにシーンと静まり返っている。だいぶ前からだよ。今時はネット通販だの、宅配サービスだの、外に出なくても買い物ができる。そりゃ、わざわざ錆びれた商店街まで足を運ぶこともないわな。隣にある八百屋の店主。昔からよく知っているおじさんがわははと笑う。よくある話だが、近くに大型ショッピングセンターが建ったのも、商店街が廃れた理由だ。当のおじさんも、下がる一方の売り上げに頭を悩ませているという。ドカンと一発。なんかの拍子にまた盛り上がるといいんだけどな。明るく笑いながら、おじさんが店の奥に引っ込んでいく。けれど、去り際には、今のところ、息子に後を継がせる気はないよ。と、寂しそうに本音を漏らして。きっと彼だけでなく、それが商店街全体の思いだ。おそらくは父も、俺に傾いた店を継がせたいとは思っていなかったんじゃないだろうか。だからなのか？親父、こんなに頑張ってたのは。入り口のガラス扉に貼られた、新刊入りました。今月から営業時間を延長します。という、几帳面な文字の張り紙。ポップのつもりなのか、本棚の前に堂々と置かれた、今月のおすすめの手作り看板。そして、ピカピカに掃除された店内。どれも、父が店を立て直そうと試行錯誤していた証だ。いつか、俺が帰ってきた時のために。なら、俺もやれるだけやるしかないよな、親父。こうして俺は、父の思いを継いで、久保田書店を立て直すと決意した。本の場所がわかりやすいようにレイアウトを変える。編集者時代の経験を活かして、ポップを作り、宣伝用の SNS アカウントも開設する。地方は都会よりも新刊の入荷が遅れやすいという問題を解消するために、本の仕入れ先に頼み込んで、なるべくタイムラグを減らしてもらう。そんな様々な工夫を重ねてはみたものの、再開から2ヶ月が経っても、全くお客が来ない現状に変化は見えなかった。ひとまず、どうにか今月の仕入れ代も払えるとして、いつまで持つか。残高が減っていくばかりの通帳を眺めて、誰もいない店内で深いため息をつく。貯金を切り崩すのだって限界がある。早く売り上げを増やさないと。心よく送り出してくれた編集長や、きっと今頃は、藤屋に苦労しているだろう同僚たちにも顔向けができない。何か他にできることは、ああ、何気なく店内を見渡したとき、あることを思い出す。それは、かつて担当したベテラン作家の言葉。これでも、子供の頃は全く本を読まなかったのよ。たくさんありすぎて、どれを読んだらいいかわからなかったの。今の子供も同じなら、いや、大人だってそうか。この本の山の中から、どれを読めばいいのか分かったなら、手に取ってみてもいいと思ってくれる人が、もっと増えるのでは。あるアイディアを思い立つと同時に、俺は隣の八百屋に向かった。おじさん、ちょっといい？相談があるんだけど。それから数日後、ニコニコと嬉しそうなおじさんが俺のところにやってきた。ああ、つかさ。やっぱりみんな見てるぜ。まだ残念ながら売れてはないけどよ。それでいいんだ。お客さんに勧めなくてもいいよ。ただ店に本を置いてくれるだけで。俺が思いついたアイディア。それは商店街の各店舗に本を置かせてもらうことだった。例えば、八百屋には野菜を使った料理のレシピ本を。花屋には植物図鑑やフラワーアレンジメントの入門書。手芸屋には小物の作り方や服飾の歴史などを解説する本を、といった具合に。それぞれの店舗で扱う商品に関連する本を、店先やレジの横に置いてもらった。その狙いは、どの本をついでにいつ読めばいいのか知ってもらえたら、本はもっと身近な存在になって、自然と手に取ってくれる人は増えるはずだから、まずはお客さんに本の存在を知ってもらうことが重要なんだよ。なるほどな。確かに俺も野菜の名前ならわかるが、
花を見たってさっぱりだもんな。そんな時は図鑑を見ればいいってことか。そういうこと。店の人に聞いたり、ネットで調べたりする他に、本を読むという選択肢を人々の中に増やす。そうすれば、本を求めて足を運んでくれる人も増えるはず。そんな希望を抱いて、俺は誰も来なくても店を開け続けた。すると、1ヶ月ほど経った頃、店を継いでから初めて本が売れた。それを皮切りに、ポツポツと本を買いに来てくれる人が現れ始めたのだった。ずいぶん見違えたものだな。ある日の夕方、店には初老の男性が一人で訪れた。本を選んでいる他のお客や、俺が作成したポップを眺めては、満足そうな顔で何度もうなずく男性。そのつぶやきが耳に入った途端、俺はレジカウンターを飛び出して、彼の元に駆け寄った。社長、ご無沙汰しています。忙しい時に悪いね。どうしてもこの目で直接見たくなったんだ。君が生まれ変わらせた新しい久保田書店の様子を。そう言って、穏やかに笑うのは、父の代からお世話になっている出版取次、つゆき書房の社長、つゆきさん。出版取次とは、出版社から仕入れた本を、各書店に販売する。いわば、本専門の卸売問屋だ。つゆき社長は以前、俺が東京と同じスケジュールで新刊を入荷したい、という無茶を言った際、数十年来のよしみだからと、あれこれ手を尽くして叶えてくれた人物でもある。彼のおかげで、この店は地方の書店なのに、発売日に新刊が手に入るという噂が広まり、それも客足を取り戻すのに一役買ってくれた。だから、俺にとって社長は恩人と呼ぶべき存在なのだった。いい店になった。司くんが頑張っていることは、うちに届く注文表からも伝わってきてね。私も嬉しいよ。社長のおかげです。父と取引を切らないでいてもらえたことも、すごく助かりました。君も知っている通り、お父さんとは昔からの友人なんだ。親の後を継いだのも、結婚したのも、なんと子供が生まれたのも同じ頃で、こんなに縁が深い相手を見捨てたら、なんだか罰が当たる気がしてね。まあ、これから司くんがたくさん本を買ってくれるんだろう。結果オーライだな。店中に響くような大声で、社長がわははと豪快に笑う。こんな飾らない性格だから、俺も子供の頃から大好きな人だ。いずれ恩返しができればと日頃から思っていたのだが、その機会は意外にも向こうからやってきた。実はな、司くん。今日ここに来たのは、君に頼み事があるからでもあるんだ。頼み事？聞いてくれるか？はい、もちろん。恩人である社長の頼みなら、俺に断る理由はない。俺は内容を聞く前から何を言われても引き受ける気でいた。ところが、うちの娘が司くんに会いたがっていてね。ここは一つ見合いをしてみないか。その頼み事というのがあまりに予想外すぎて、俺はお客がいるのも忘れて、大きな声を上げてしまったのだった。そして、それから半月後、つゆき社長が用意してくれたレストランの個室で、俺は彼女と対面した。久保田くん、久しぶり。ずっと会いたかった。にっこりと、屈託なく笑いながら長い髪を耳にかける。昔と変わらない表情、変わらない癖。だけど、昔よりも大人びて、もっと綺麗になった。目の前の女性に、俺はつい見とれるあまり、何秒か息をするのも忘れてしまった。久しぶり、つゆきさん。なんだか他人行儀。そうだ、司くんって呼んでもいい？私のことも、カホでいいから。ね、司くん？そう言われても、紺のワンピースを着た彼女が、期待に目をキラキラさせて待っている。けれど、はい、そうですかと簡単に言えないのは、急に名前を呼ばれて驚いただけじゃない。彼女は、俺にとって、かつては雲の上の存在だったからだ。
露木かほさん。露木社長の一人娘で、俺と同じ高校に通っていた同級生。けれど、言葉を交わしたことは一度もない。成績優秀で、スポーツ万能。おまけに明るく社交的な性格で、しかも学校一と評判の美少女。それに対して、あらゆる面で平凡で、クラスでも目立たない存在だった俺では、あまりに別世界の人間すぎて、親同士が友人な程度では、恐れ多くて話しかけられなかったのだ。そんなつゆきさんが、俺に会いたかったなんて。お父さんありがとう。こうして司くんに会えて、すごく嬉しい。ははは、お礼なら彼に言いなさい。とても忙しい中、二つ返事で引き受けてくれたんだからな。本当に嬉しい。ありがとう、司くん。俺が思わずぎょっとしたのは、いきなりつゆきさんが立ち上がったから。そしてテーブルを回り込むと、いきなり俺の手を取って、ぎゅっと握ったからだった。こらこら、カホ。司くんが驚いているだろう。そんなに嬉しかったのか？うん。大きな瞳を細めて、つゆきさんは微笑みながらうなずいた。その長いまつげ、白くて指先まで綺麗な手、ふわふわと揺れる色素の薄い髪。まるでこの世の美しいものだけを集めて作った人形のような、どこをとってもやっぱり同じ世界の人間とは思えない。眩しくて、とても直視できないのに、同時に目を惹かれずにはいられない。そんな美女に主人公が出会う作品を、どこかで読んだことがあるような。あ、藤谷だ。あの人の小説か。嫌な顔を思い出して、夢から現実に引き戻されたような思いがした。きっと表情にも出ていたのだろう。席に戻ったつゆきさんは、俺の顔を不思議そうに眺めて、今、藤谷って？それって、藤谷時矢先生のこと？俺がそうだとうなずくと、その目はみるみるうちに丸くなった。そして、藤谷先生、そうだわ。司くんが勤めていた出版社って、もしかして先生にお会いしたことがある？司くん？うん。というか、編集担当で。わあ、いいな。私、藤谷先生の大ファンなの。もう一度、いいなと顔を覆って黄色い声を上げるつゆきさん。その様子を見て、俺は完全に夢から覚めた思いだった。こらこら、カホ。はしたないぞ。あ、ごめんなさい。お父さん、司くんも失礼しました。ほんのり頬をあからめて、つゆきさんがしゅんと肩を落とす。しかし、俺は彼女以上にしょんぼりしている自信があった。彼女が会いたかったのは、俺じゃなかったんだ。俺を通して、本当は藤谷に会いたかったんだ。司くん、私ね、お願いしたいことがあるの。お願い？藤谷先生に？実は、私のパートナーになってほしくて。パートナーだって？何のためらいもなく発せられた言葉に、俺はさーっと血の気が引いた。ここにもまた、藤谷の外面に騙された女性がいたのか。しかも、よりによってつゆきさんが、恩人である社長の娘さんが、心臓がドクドクと早金を打ちながら、恐る恐る彼女の隣を見ると、なんと社長は平然とニコニコ笑っていた。社長、いいんですか？最近の口癖なんだよ。司くんにぜひビジネスパートナーになってほしいと。そうなの。キリッと真剣な顔になって、つゆきさんが熱のこもった口調で語り始めたのは、昔に比べて本が売れない昨今の状況は、出版取り次ぎ会社にとっても大きな痛手になっている。いずれ会社を継ぐ人間として、自分も現状を変えるために行動すべきだと以前から考えていた。そこへ社長から、俺が出版社を辞めて帰ってきたという話を聞いて、ぜひ会って話がしてみたいと、今日心待ちにしていたのだという。大勢の人に本を読む楽しさを知ってほしい。忘れてしまった人にはもう一度思い出してほしいの。だから司くんと一緒に何か本を使ったビジネスをしてみたい。
私は本が大好きだから、それに本屋さんをしているだけじゃなくて、司くん自身も本が好きでしょ？どうしてそれを？すると突然、彼女は声を潜めた。ちょっと小耳に挟んだんだけど、もうすぐ刊行される藤谷先生の新刊は、この街がモデルだって。本当なの？うん。ここだけの話、実は。額が触れそうなほど顔を近づけられて、俺はドキドキしながらうなずいた。新作のアイディアを考えろと丸投げされて、俺は自分の地元の話をしたことがある。その当時は、あんまり田舎臭くて使えねえよ、と、馬鹿にしていた藤谷だったが、結局、他にネタがなかったのか、完成した原稿をチェックすれば、俺が語った地元の風景や学生時代の思い出なんかが丸ごと使われていたのだ。悔しいことに、その出来栄えはさすがベストセラー作家の一言だった。すごい！それってすごい！どうして藤谷先生がこの町のことを？はは。感激のあまり目を潤ませるつゆきさんには、その真相は内緒だとして、コロコロと変わる表情や、これほど喜んでくれる姿を見られただけで、今日ここに来てよかったと思う。本当は昔、彼女とこうして話をしてみたかったから。ねえ、司くん。新刊発売記念にこの町で先生のサイン会なんて開催できない？ SNS で告知すれば、きっと先生のファンが大勢訪れてくれるわ。確かに、人が大勢集まれば、街も元気を取り戻すかも。でしょ？ああ、藤谷先生のサイン、私も欲しい。本当は、つゆきさんが藤谷に会いたいからなんじゃ。という本音は飲み込みながら。こうして俺は、つゆきさんと二人で、本と街の未来を助けるプロジェクトに取り組むことになったのだった。編集長に相談してみたら、会社に掛け合ってくれたよ。藤谷先生さえ良ければ、OK だって。本当に？落ち着いて。テーブル越しに身を乗り出すつゆきさんを、俺は懸命になだめた。今俺たちがいるのは、久保田書店の奥にある、在庫の本が山積みになった倉庫。あまり動かれると、俺が作戦会議どころではなくなってしまう。ただでさえつゆきさんとの距離が近すぎて、いつもドキドキしっぱなしなのに。ところで、例の新刊、うちの店にも並んだけど、つゆきさんは？もちろん、発売日に一晩がかりで読ませていただいたわ。もうラストシーンは感動しちゃって、この街があんなに素敵な物語の舞台になるなんて思わなかった。そうだよね。実は、俺もだったんだ。原稿を読ませてもらった時に、人格や言動には問題ありだが、藤谷の才能は本物だ。きっと今頃は大勢のファンが、つゆきさんと同じく感動に包まれているだろう。だからこそ、小説の舞台へ実際に立てるとしたら、俺たちが計画しているイベントは、きっと大きな話題を呼ぶはずだ。イベントのメインは、この店の前でサイン会。それからトークショーだよね。そこに加えて、街やこの商店街をアピールできるチャンスもあればいいと思うんだけど。小説の中では、主人公とヒロインが江戸時代のお宝を探しつつ、仲を深めていくのよね。そしてこの街にも、かつては実際に噂があった。そんなことまで、藤谷先生はどこで耳にされたのかしら？はは。お宝伝説の噂も、俺が藤谷に教えたのだ。物語の中で、主人公たちは最後に宝を見つけたのか。それは、小説を読んだ人のみが知るのだが、噂の中では、宝が埋まっているとされる場所とは、まさにこの商店街のどこか。そして小説では、宝を探す主人公たちが、商店街で様々な事件に巻き込まれるのだ。それなら、いっそ、実際に、それも体験してもらうのは？え？小説の中で起きる事件を、この商店街で再現するの。商店街の皆さんにも協力していただいて、それを乗り越えながら、ファンの皆さんに宝探しをしてもらうのは？
身を乗り出して、つゆきさんが目を輝かせる。それに俺は、なるほどと膝を打った。どうせ藤谷は、俺が語った商店街の風景を丸ごと小説に使っている。それなら、こっちも小説を丸ごと再現してやればいい。何より、すごく面白そうだ。そうなると、問題は本人の許可が出るかだな。正直あまり気は進まなかったが、俺は再び編集長と連絡を取り、会社に掛け合ってもらった。すると案の定、藤谷先生さえ良ければという返事で、俺は直接藤谷の元へ交渉に向かうことになったのだった。私も行きたい。お願い司くん、連れて行って。言うと思った。だからつゆきさんには、ギリギリまで秘密にしていたのに、あの女好きな藤谷の元へ、こんなに美人の彼女を連れて行ったら、想像するだけでゾッとする。つゆきさんは、つゆき書房の仕事もあるし、今だって、忙しい合間を縫って、俺と打ち合わせをしているんだよね。ここは任せて。ファンだから浮かれた気持ちじゃないの。このプロジェクトの責任者として、先生に自分の思いを伝えたい。それだけなの。お願いします。でも、結局、俺はつゆきさんの熱意に負けた。後日、一緒に藤谷の元へ、向かうことにしたのだった。何かあれば、彼女は俺が守らなくては、という決意を固めながら。やがて、ついに当日、新幹線と電車を乗り継ぐこと、トータルで半日以上かけて、つゆきさんと一緒に俺は東京に戻ってきた。そして、あのタワーマンションのドアが目の前で開いた。ご無沙汰しています、先生。久保田です。つゆきさんを背後に隠しながら、ドアを開けた男性に挨拶をする。すると男性、藤谷時也は、俺の顔を見るなり、一瞬だけめんどくさそうに表情を歪めて、しかし、すぐさま表情を変えたのを、俺は見逃さなかった。久保田くんじゃないか。久しぶり。元気にしてた？急に会社を辞めたって聞いて、心配してたんだよ、ずっと。担当時代には、一度も向けられたことがない。メディア専用の外面で、ニコニコと愛想よく笑いながら、藤谷は俺の肩をポンポン叩いた。その両目は、俺の背後にいるつゆきさんにしっかりとロックオンしながら。イベントの許可だっけ？いいよいいよ、好きにやっちゃって。本当ですか？ほんと。それより君、名前は？私は。とりあえず上がって。詳しい話は中でね。すぐお茶を入れるから。俺一人だったら、きっと門前払いを食らった挙句、無駄に何度も足を運ばされていたに違いない。初めて通された応接ルームで、俺とつゆきさんは改めてイベントの説明をして、当日はイベントに出席してほしいと頭を下げた。すると今度も、藤谷は二つ返事で快諾。というか、イベントの話そっちのけで、つゆきさんに夢中だった。一切 NG とか出さないから、ほんと、僕にはわかるよ。つゆきさんが、小説の世界観を大切にしてくれるって。全面的に信頼して任せるからさ。そんな、ですが、ありがとうございます。嬉しいです。オッケー。ところで、これから一緒に仕事をする仲間なんだし、連絡先とか。連絡係は自分が、ぜひお任せください、先生。藤谷の視線が、次第にじろじろといやらしいものになっていくのを感知して、俺は二人の間に割り込み、強引に話を切り上げた。不満げな藤谷をよそに、つゆきさんを連れて、さっさとマンションを後にしたのだった。すっごくいい人だった。テレビや雑誌で見るよりももっと。帰りの電車の中で、つゆきさんは興奮気味に藤谷の話ばかりしていた。それはメディアと女性の前だけなんだよ、と、真実を口にできない俺は複雑な思いで相槌を打っていた。人気者の藤谷が来るとなれば、イベントにはかなりの集客が見込める。が、あのつゆきさんに向ける妙な視線。まさか、一般人に手を出したりしないよな。ああいう人がタイプなの？その言葉は勝手に俺の口から飛び出した。え？と、
つゆきさんがきょとんとする。もしつゆきさんが男性としても、藤谷を好きだったとしたら、やめた方がいいと、俺は彼女に真実を明かせるだろうか。そう考えると、余計なことを言ってしまった気がする。俺が内心で頭を抱えると、つゆきさんは急に顔をあからめて、もじもじと落ち着かなくなった。かっこいいなって前から思ってたの。今日改めてそう思った。そっか。でもね、違うの。え？それはそれ。ずっと先生に憧れていたのは本当だけど、小説家とファン以上になりたいかって聞かれたら、今日ではっきり違うと思ったから。私が好きなのは、つゆきさんの潤んだ瞳がまっすぐに俺を捉える。あまりに綺麗で、俺も目が離せなくなった。ところで、電車は乗り換え駅に到着。つゆきさんはすっと座席から立ち上がった。やっぱり内緒。こちらを振り返って、つゆきさんがにっこりと微笑んだから、俺は見とれるあまり、しばらく座席から立ち上がれなくて、ドアが閉まるギリギリで、慌てて電車から飛び降りる羽目になったのだった。それから1ヶ月後、イベント当日、店の前でサイン会の準備をしていると、そこに藤谷がやってきた。いやー、参った。ちょっとタバコを吸いに外へ出ただけで、あっという間に囲まれちゃってさ、みんな僕のファンだって言うんだぜ。それは大変良かったですね。彼の上機嫌なにやけ顔は正直あまり愉快なものではないとして、その言葉通り。今日は予想以上に大勢のファンが街に足を運んでくれている。久々の明るい出来事に協力してくれる商店街の人々も大張り切りで、あとは無事にイベントを成功させるのみだ。しかし、これがあんたの店か。何か意味ありげに、久保田書店の建物を藤谷が見上げる。そして、はっと思い切り鼻で笑った。ボロくてしょぼい店だな。あんたにお似合いだよ、久保田。さすがにカチンと来て、俺も藤谷を睨みつける。そこへ、店の奥からつゆきさんが姿を現した。司くん、何か手伝うことは、って、藤谷先生？かほちゃん、お疲れ様。こんなに素敵なイベントにしてくれてありがとう。今日はすごく楽しみにしてきたんだ。この店も、レトロな感じで超いいよ。超エモい。途端に態度を180度変える藤谷には、もはや呆れて言葉も出なかったが、つゆきさんが嬉しそうだったこと。そして、イベント成功のためにも、本性を暴露するのは見送ることにした。やがて、イベントがスタートすると、閑散としていた商店街は数年ぶりに、たくさんの足音や明るい声に包まれた。商店街の各店舗には、小説内で起きる事件になぞらえた謎解きを用意してある。それを解きながら、正しい経路を進むと、最後は久保田書店にたどり着くことになる。そして、ゴールした参加者たちが見つけるお宝は、本人たっての希望だった。お疲れ様。見事にゴールしたみんなには、僕からサイン会で使える握手券のプレゼントです。店の中から藤谷が姿を現せば、その度、キャーっと、ファンの女性たちから黄色い声が上がる。このために、イベントの参加資格を女性限定にしろ、と言明してきたのかと、ほとほと俺は呆れ果てたが、まあ結果オーライだ。商店街には、合計で数百人もの女性が詰めかけ、誰もが楽しそうにイベントへ参加してくれた。そして、小説の主人公たちと同じものが買いたいという需要のおかげで、どの店舗もかつてないほどの売り上げを出すことができたのだから。つかさ、お前よくもやってくれたな。うわ、この日の夜、俺は八百屋のおじさんをはじめ、商店街の人々からもみくしゃにされた。大忙しの一日で、ヘトヘトのはずなのに、みんな満面の笑顔。俺をガクガクと揺さぶりながら、おじさんは興奮した口調で叫んだ。すげえよ。こんなに人が来るなんて。俺らは、このままこの商店街がなくなるもんだと。俺らの代で終わるもんだとばかりよ。おじさん。最後の方は
涙を拳で拭いながら、おじさんはありがとうとつぶやいた。続けて他のみんなからも、口々に感謝の声が上がったのだった。そんな、こちらこそ皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。俺も胸を詰まらせて、おじさんたちに向かって頭を下げる。すると、あることに気がついた。もともと、このイベントを提案してくれた、つゆきさんの姿がどこにも見えない。大成功を祝したパーティーは、まだ始まったばかりだというのに、嫌な予感がする。ごめんなさい。ちょっと行ってきます。自分を取り囲む輪を抜けて、俺はつゆきさんを探しに駆け出した。商店街中央の大通りを走りながら、建物の影や人の出払った店舗の中を覗いて回る。そして、つゆきさんを見つけたのは、久保田書店の裏だった。どうしてそんなところに、呼びかけようとして、俺の足がピタッと止まる。それは、彼女の隣に、藤谷がいたせいだった。もう戻らないと。サインしてあげるってば。欲しいでしょ、僕のサイン。困ったような顔で、こちらに来ようとするつゆきさん。引き止めようと、その腕を掴む藤谷。それを見た瞬間、俺は二人の前に飛び出していた。行こう、つゆきさん。司くん。ごめん、油断した。その人は君のことを。待てよ。つゆきさんを連れて大通りに出ようとした。俺の肩を藤谷がガシッと掴む。そして自分の方に強く引き寄せた。あ！司くん。地面に投げ出され、思い切り尻餅をつく俺。驚いたつゆきさんが駆け寄ってくる。すると、俺と彼女の間に藤谷が立ちふさがった。せっかくいいとこだったのによ。邪魔すんなよな。嫉妬か。自分がモテないからって。藤谷先生、酔ってるんですか？酔ってねえよ。これからいいとこなのに。ねえ、かほちゃん。振り返った藤谷に、全身を舐めるように眺められて、つゆきさんはぎょっと顔を引きつらせ、大通りに向かって後ずさりした。私、もうサインは結構です。皆さんのところに戻ります。そんなこと言わずにさ、もっと一緒にいようよ。僕は藤谷時也だよ。ベストセラー作家の。かほちゃんも好きだよね、僕のこと。私は。つゆきさんに近づくな。ようやく立ち上がると、今度は俺が二人の間に割り込む。青い顔で震えるつゆきさんを背後にかばい、一緒にじりじりと藤谷から距離を取る。近づくなだと？なんだその口の聞き方は。一体誰のおかげでイベントが成功したんだ？謝礼は、後日しっかりお支払いさせていただきます。タクシーを呼びますから、本日のところは。ふざけんな。はした金の謝礼ごときで、この僕が、こんなクソ田舎にわざわざ足を運ぶとでも思ったか？その女だよ。恩を売れば家宝をものにできると思ったから。こうしてクソ面白くもないイベントに協力してやったんだろうが。僕が大嫌いなお前にさ、久保田。あたりに唾を飛ばしながら、藤谷は俺を指さしてわめき散らした。本当は担当時代から大嫌いだった。自分に嫉妬した挙句、いい感じだった女性編集者と無理やり交代したのは知っているんだからな、と。最低だよ、お前。こんなクソ田舎出身で、おまけに才能もなかったからって。そんな奴は所詮、人の恋を邪魔するくらいが関の山だもんな。カホは知ってるのか？お前が小説家志望だったって。言えないか。恥ずかしくて。才能がないせいで、編集ごときにしかなれなかった上に、今はこんなボロ書店を父親に押し付けられて。本当は、いい感じだったのあたりで、それは勘違いだと反論するつもりだった。けれど、言葉が出てこなかったのは、俺を罵るのに夢中で、藤谷が気づいていなかったから、その頭上からバシャバシャと液体が降り注いでいることに。なんだこれ。冷て。うわっ。ようやく気づいた藤谷が軽くパニックになりながら顔を拭う。そしてびしょ濡れの頭を上げると、そこには冷え切った表情で
空のビール缶を掲げるつゆきさんが立っていた。かほちゃん。最低なのはあなたです、藤谷さん。俺の隣で藤谷に頭からビールを浴びせかけて、つゆきさんは片手でぐしゃっと缶を握りつぶした。それを見た藤谷がひっと悲鳴を上げる。知っていますよ。司くんが小説家志望だったことくらい。放課後、いつも図書館でノートに向かって難しい顔をしていたから、少しペンを進めては止まって、また書き始めて、全部見てた。彼が努力しているのを知っているので、無駄ですよ。彼が小説家の道を諦めたのを恥ずかしいことだと、私に思わせようとしても。でも、僕はちゃんと小説家になったよ。女の人は挫折した男より、成功した男の方が好きだよね。だからかほちゃんも本当は僕のことが。挫折？司くんは書くのをやめたんじゃなくて、書く人を応援する道を選んだだけ。その証拠に、藤谷さんたちがいい小説を書けるように、ずっと支えていたはずです。そして今度は、この商店街で働く人たちを応援しようと。そんな人なの、司くんは。努力家で優しくて、あなたなんかより何百倍も素敵です。それから、藤谷さんのことは好きじゃありません。むしろ嫌い。大嫌いです。ガーンと頭上に文字が見えるようだった。ショックを受けて固まる藤谷に背を向けると、つゆきさんは大通りを駆け出した。つゆきさん！追いかけようと自分も駆け出す。その寸前で、俺は藤谷を振り返った。そうだ、連絡を取るのやめた方がいいですよ。前に別の作家さんがトラブルになったので、念のために。商店街を代表してイベントを盛り上げてくれたことへのお礼代わりだ。きょとんとする藤谷を置き去りにして、俺はつゆきさんを追って駆け出した。つゆきさん、待って。背中を追いかけながら懸命に手を伸ばす。そしてとうとう、その細い肩に手が届いたか、届かないかというとき、ピタッと、つゆきさんの足が止まった。もう一本、ビールを持っていたらよかった。あれだけじゃ全然許せない。私の好きな人に向かって、あんなひどいことを言うなんて。そう叫んだ後で、後ろ姿からも、はっとした気配が伝わってきた。小刻みに背中を震わせながら、つゆきさんはこちらを振り返ろうとしない。藤谷に対して怒っているせいだろうか。長い髪を束ねたうなじから首元までを夜道でもわかるほど赤く染めて。つゆきさん？聞こえた？さっきの。さっきのって。だから、私が司くんを好きだってところ。振り返ったつゆきさんの顔は真っ赤だった。目に涙を溜めて、こちらをきっと睨んでいて、ようやく俺は彼女が恥ずかしがっていたのだと気づいた。知らないでしょ？私がずっと司くんを好きだったってこと。放課後の教室で読書している姿に一目惚れして、本当はずっと話しかけたかったことも、全然読まなかった本を司くんの真似をして読むようになったことも。はい、初耳です。恥ずかしいから誰にも言えなかったの。司くんを好きなことじゃなくて、なかなか好きだって言えない自分が、結局そのまま卒業まで見てるだけなんて。思い出しても恥ずかしくて情けないと、顔を覆って、つゆきさんは地面にしゃがみ込んでしまった。こっちに戻ってきたってお父さんに聞いて、今度こそチャンスだと思ったのに、司くん、全然嬉しそうじゃなかった。私のことなんて、まるで興味ないみたいに。お見合いだって一人だけはしゃいで、私バカみたい。あれは、つゆきさんが会いたいと言ったのは、藤谷のことだと思ったから、そう正直に告白すると、つゆきさんは顔を上げた。ちゃんと言ったでしょ？司くんに会いたかったって。ごめん、信じられなくて。正直、今も信じられない。好きだった人が自分のことを好きだなんて。固まったつゆきさんに手を貸して助け起こす。こうなったら全部言ってしまえと。
俺はごくっと唾を飲み込んだ。カホさん。ずっと呼びたかったよ、本当は。好きだったから。高校の時、ずっと。それから、もう一度好きになった。商店街のみんなとすぐに打ち解けた明るさも、どんどん新しいアイディアが出てくる頭のいいところも、怒った時、はっきりと言える強さも、それに、表情がくるくる変わるところも、どんどん好きになって、少しも目が離せなかった。再会してからずっと、君のことばかり見ていたんだと、言いかけた言葉は途中で遮られた。カホさんが、俺の胸に飛び込んできたから。あ、もう、こんなことなら、もっと早く言えばよかった。もしかして、一生つゆきさんのままなのかと。ごめん、カホさん。俺もだよ。名前を呼ぶたびに、胸にジーンと熱いものが広がる。もっと早く言えばよかったという後悔と同時に、ようやく名前を呼べたことが嬉しくて仕方ない。俺も腕を回して、その体をそっと抱きしめた。行きましょう、司くん。みんなきっと待ちくたびれてるわ。腕の中で、カホさんがにっこりと笑う。どんな表情も好きだけど、やっぱり、笑った顔が一番好きだと。手を引かれて一緒に走りながら、俺はいつまでもその笑顔に見とれ続けた。その後、残念ながら、俺の忠告は藤谷に届かなかった。イベントで気に入ったファンと連絡先を交換していた彼は、なんと、八股していた事実が SNS で暴露されたのだ。もちろん大炎上すると、編集者など仕事で関わった女性たちに対する所業も、どこからか世間に漏れてしまった。さらに大きなバッシングを受けると、どこの出版社からも相手にされなくなり、本を出版できなくなれば、作家人生は終了したようなもの。大好きな女性たちにもソース感を食らったことから、意気消沈してマンションに引きこもってしまったらしい。今は、匿名のネット小説で再起を図っているとかいないとか。噂は様々だが、もう以前のような名声を手にすることはないだろう。そんな騒動と、もちろんイベントの大成功もあって、俺たちの商店街は一躍有名スポットになった。はじめは取材を申し込む大量のメディアや、面白半分で突撃してくる動画配信者たちに苦労したものの、それが落ち着いた頃には、純粋に昔ながらの商店街の風景を求めて、多くの人が足を運んでくれるようになった。商店街が活気づくと、街全体にもまた昔の元気を取り戻せるんじゃないかという希望が生まれて、豊富な自然を生かした町おこしイベントが行われるようになった。俺たちが起こしたアクションは、街そのものを生き返らせる起爆剤になったのだった。この小説、最近読んだ中で一番ワクワクしました。すごくおすすめですよ。何か面白い本はないかと尋ねてきたお客に、カホさんがにっこり笑顔で一冊の文庫本を手渡す。それにつられてお客も笑顔になって、そんなに言うならと文庫本を手にレジへ向かってくるのが見えて、俺は新書コーナーのカホさんと視線を合わせて、二人同時に小さくガッツポーズをした。カホさんは今、露木書房で後継ぎ修行をする傍ら、久保田書店でも働いてくれている。彼女が笑顔でおすすめすれば、面白いようにお客が本を買ってくれる。そして、必ず再び来店して、また別の本を買ってくれる。そんな優秀なスタッフを得て、久保田書店の経営は順調だ。2足のわらじを履いている。いや、もうすぐ4足のわらじを履くことになるカホさんのことは、無理をしていないか心配だが。この街は元気になったけど、まだまだ出版業界はピンチのまま。それに、まだまだ元気のない街もたくさんあるから、自分にできることをしたい。できることがあるのが嬉しいの。本を使った町おこしをするイベント会社を立ち上げたい。そんな夢を持ったカホさんは、会社設立に向けて準備をしている最中だ。そして、カホさんが生き生きしていて、俺も嬉しいけど、体調にだけは気をつけてほしいな。結婚式もあるんだから。はーい。
もう今からお父さんが泣きっぱなしで、今朝もなだめるのが大変だったんだから。号泣する露木社長を思い出したのか、カホさんがクスクスと笑う。1年間の交際を経て、俺たちはもうすぐ結婚する。式当日のカホさんは、きっと世界で一番綺麗な花嫁だろう。そんな彼女から、きっと俺は見とれて、目が離せないだろう。楽しみだな。つぶやいた俺の腕に、カホさんがそっと自分の腕を絡めた。寄り添い合って、今ここにある幸せを二人で噛み締める。まるで恋愛小説のように、俺たちの恋は巡り巡ってハッピーエンドを迎えたのだった。父を亡くして書店を継いだとき、まさか自分にこんな未来が待っているとは想像もしていなかった。まさに、事実は小説より奇なりだ。それが単なる幸運の積み重ねではなくて、少しは俺が努力した結果も含まれていたらいいと思う。努力はきっと報われると、今頑張っている人たちに伝えたいから。たとえ今は光が見えなくても、いつかはきっと必ず。カホさんの会社がスタートしたら、俺も自分にできることで彼女を支えていくつもりだ。そして二人で、たくさんの頑張る人たちを応援していきたいと思っている。